こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご投稿いただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。初めて投稿させていただきます。独学でイラストを練習しています。ラブライブの絵が好きで描いているのですが、なかなか近づけません。イラスト上達したいです。何か考え方が分かっていないような気がします。どなたか私がどういう状況なのか、どのような練習をしたらいいのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。ということで今回はこちらの投稿者様のお悩みに答えていってみたいと思います。イラストを独学で学んでいる人の中には、この投稿者様と同じようになかなか成長を感じられずに自分は何か考え方が間違っているんじゃないかといったお悩みを抱えている人も多いと思いますが、今回の動画を見ていただければ、初心者の人が成長を感じられない根本原因が何なのかが分かっていただけると同時に、キャラクターを似せて描くためのテクニックも合わせてご紹介したいと思います。この方法を使って描いていただければ、キャラクターを似せて描くのが苦手な人でも、かなりキャラクターの特徴を捉えて描くことができるようになると思いますので、独学で絵の勉強をしているけど、なかなか絵が上達しないで悩んでいる、好きなキャラクターを描きたいけど、キャラが似ないで困っているという方は、ぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など、絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。それではやっていきましょう。初めて投稿させていただきます。独学でイラストの練習をしています。ラブライブの絵が好きで、描いているのですが、なかなか近づけません。イラスト上達したいです。何か考え方が分かっていないような気がします。どなたか私がどういう状況なのか、どのような練習をしたら良いのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたしますということなんですが、まずこのキャラクターが僕はラブライブだということはわかるが、ラブライブを見てないんで誰なのかっていうのがわかんないですけど、どうやらニコちゃんというこの人ですね。まあなかなかね、イラスト上達したいんだけど、思ったように描けないという状況なんでしょうかね。そしてどうやらですけど、考え方が分かっていないような気がすると思ってらっしゃるということなんですが、これはですね、このイラストね、見た感じでっていう話でいくと、考え方が分かっていないっていうよりも経験不足っていう気がしますね。例えばですけど、これいつも野球の話で申し訳ないですけど、150キロの球が投げたいと。150キロとは言わないですよ。140キロの球が投げたいとしましょう。でも、うまく投げられません。どうやら考え方が分かってないような気がします。どなたか私がどういう状況なのか、どのような練習をしたらいいのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いしますって言われた時にですね、どう答えますかっていう話ですけど、140キロが投げれない。どうやら考え方が分かってないようだ。どういう状況なのか、どういう練習をしたらいいのか教えてくださいって言われた時に、考え方の問題かなっていう気になりません？僕はなるんですよ。それは、まず、キャッチャーのところまでしっかりボールが届くように送球練習をしたらいいんじゃないかなっていう。そして、だんだんね、肩が強くなっていけば、時間はかかるかもしれないけど、投げれるようにはなる。もちろん投げ方、ピッチングフォームとかさ、ね、そういう部分の改善も必要だけど、考え方ですぐどうにかなる問題じゃねえなっていうような気がするんですよね。絵も一緒でですね、やっぱ観察力、書く力、表現力、そのステータスがまだ低いうちって経験不足というね、ことな気がします。だからね、見る力をまずは育てる観察力です。そして頭の中でイメージしたものを紙の上に書く力っていうのもやっぱ必要だし、そしてどういう風にしたら、それっぽく見えるかっていう表現力もね、いろんな人の絵を真似していく中で育てていかなきゃいけないと思うんで、その3つのステータスがちょっとまだ低い。まず一番最初にやるべきはやっぱ観察力かなっていう気がします。で、その観察力を養うには、やっぱり模写をするなりデッサンをするなりね、よーく見て、同じように描いてみるっていうところが大事なんじゃないでしょうか。なのでね、決してなんか考え方が間違ってるっていうせいにっていうと言い方悪いんですけど、そういうことじゃなくて、ただ単純に観察力が低いし、書く力も足りてない。そしてどう表現したらいいのか、表現力もまだ引き出しが足りてないというのが僕のこの絵を見た感想でございます。それはどういうところに顕著に現れているのかっていうと、例えばですけど、一番目立つのは顔だと思います。パッと見でわかる。目の大きさっていうか形が左右で違いますよね。
まあ人間左右対称の目の人なんていないんですけど、まあにしても違うなっていう気がしますよね。まああと手なんかも見てもらうとわかるんですけどね。親指こう曲がるかなっていうところですね。これは単純にどうなっているかっていう、指なら指がどう関節が曲がってどう見えるかっていうところの観察力不足な気がします。で、あとはもうちょっと突っ込んでいっちゃうと、まあこの顔の角度に対してね、左右のボンボンの高さが全然違いますよね。こういうところもやっぱ観察できてないからということになるわけですね。よく見なはれというところですね。あとはこの首がちょっと斜めについていっちゃったりとかね。あとこのリボンの表現もね、まあこういう表現でもいいんですけど、実際この元のね画像でこんな感じの表現になるんですけど、これは表現の力ですね。表現力。どう線を簡略化するとそれっぽい表現になるのか。このリボンのここの部分なんかね、こっちのオリジナルの方を見るともっと太いですよね。こういう表現になっているにもかかわらず、まあよく見ていないがばっかりに表現が変わっちゃってるってことですよね。だから総合的に経験値不足かなっていう感じがします。で、それを補っていくにはですね、とにかく経験値を積むしかないということだと思うんですよ。だから焦る必要はない。あなたの考え方が間違っているとかそういうことではない。もっとたくさん書いて、たくさん自分で観察して、自分でね、書く力をつけて、表現力もいろんな人からね、パクって自分の引き出しにしていくしかない。時間をかけるしかない。近道はないってことです。もちろん書き方のコツみたいなものがないことはないかもしれないですけど、これ知っといた方が役に立つよねってことがあるかもしれないですけど、それを知ったところで、それが使えるようになる、自分の中でその知識が活かせるのって、やっぱある程度書ける人なんですよね。だからそういう意味じゃ、まあこれが決して下手ではないと思うんですけど、まだちょっとあれかなっていう感じ。だからいいんです。焦んなくって。今はこれでいいんです。たくさん書いていってほしい。みんなそうだから。考え方が間違ってはいないと思います。そのまま突き進んでほしいっていう話ですね。わかるよ。うまく書けない時ってなんか自分のやってることが間違ってんじゃないかっていうさ、気にもなるけど、まあ徐々にそういうのはね、慣れてくるもんだし、うまく書けない時ってね、そういう風に考えがちなんですけどね。近道を探したくなる気持ちは痛いほどわかります。自分もそうでした。そうなんですよね。ダイエットとかに置き換えてみればわかると思いますけど、ダイエットで1日5分これだけで痩せるって言ったら、うさんくさく思いません？例えば投資とかもそうですけど、これさえやればすぐに1億円稼げますなんていう投資があったらどう思います？すごい近道ですよね、それって。でも確実に怪しいじゃないですか。だからすぐに痩せるとかさ、すぐに儲かるみたいなことと一緒ですよね。すぐに絵が上手くなるなんてことはないんです。まあスポーツとかでもそうだし、音楽とかでもそうですけど、私が開発したこれさえやればすぐにピアノが上手くなりますとか、すぐにギターが上手くなりますっていう話があったら客観的に聞いたらうさんくせえなって思うじゃないですか。でも自分が藁をもつかむ思いでいるものに関しては、これさえやれば短期間で絵が上手くなりますなんていうものに関しては、自分がそういうのにしがみつきたいもんだからね、信用しちゃったりするんですよ。不思議ですよね。何でもそうですけど、美味しい話はないってことなんですよ。自分がどれだけやったか。まあもちろん効率的にっていうことはあると思いますけどね。まあそういうのをコンプレックス商売、コンプレックス商法みたいな感じで言うんですけど、人のコンプレックスにつけ込んで、藁をもすがる思いの人をカモにするっていう方法ですけど、1日5分これだけで痩せるとかさ、よくあるじゃないですか。本当かよって思いますけど。それがもし可能であれば、もうとっくにダイエットで悩んだりしてないって、誰も。これで薄毛が解消しますなんて言って、そんな魔法の薬があればもう誰も薄毛で悩んでないはずじゃないですか。でも、そういうものが出ては騙される人がいると。まあ、若干効果があるかもしれない。それは薄毛に対して。でも、未だに薄毛で悩んでる人がいて、そういう人を対象にした商売があるってことは、どういうことなのかっていう。そういうことなんですよ。でも、それで悩んでる当事者は、藁をもすがる思いでね、それに食いつきたくなる。絵なんかもそうです。自分の考え方が間違ってるんじゃないか、もっと近道があるんじゃないか、これさえやれば上手くなるみたいないいものがあるんじゃないかという考えで藁をもすがり思いになっちゃいたいんですけど、なかなかそうもいかない。ね、そんなものがあればみんなもうとっくに思うがままにかけていると。そうならないってことは現実はそうじゃないっていうことですよね。だから地道にやっていくしかない。
まあじゃあどうしていったらいいのかっていうところでね、ちょっと見てってみましょう。僕はあんまラブライブ見てないんで、詳しくは知らないんですけど、これあくまで僕だったらって話ね。まず頭身見ましょう。股下、この辺。足長って感じですね。スカート短って感じしますけど、この人の股下、頭身の比率を見てみましょう。これさらに言うと足曲げてるからね。これはまっすぐ立ったらもっとですね、6対4ぐらいありそうですね。比率的に言ったらね。人間を超越してる。この人、何頭身かっていうね、話ですけど。1、2、3、4、5。6から 6.5 頭身ぐらいだとしましょう。まずこの人のね、特性を見てあげたい。で、そういう意味じゃね、頭身守れてないこともなさそうなんですけど、ちょっと頭でかいかなっていう感じがしますね。そして、かかとを上げてるの割には、足ここまでですからね。比率で見ていただければわかりますけど、ももの長さがね、こっちと比べるとだいぶ短いかなっていう気がしますよね。スカートから膝上の長さが全然違うなっていう印象があります。こんぐらいありそうですね。ももの長さがね。だから致命的な原因は比率が守れてない。特に膝下のサイズが全然違うよっていうところがね、これで浮き彫りになったかと思います。今度はですね、横の分割見ていきましょう。頭の幅、ここにありますね。頭、ほぼ肩幅。これはなんか合ってそうですね。ただ、この下見てってください。腰幅が頭の幅よりだいぶでかいっていうのがわかると思いますよね。この腰幅、頭の幅と比べて、小さく見えるんだけど、こっちの人だとシルエット的にこうなってんじゃん。ブレザー着てるからっていうのもあるかもしれないけど、これに対してシルエットがちょっと華奢だなっていう、そういう印象がありますっていう話ね。その辺の比率がね、印象的にちょっと違うなっていうの。あとは顔の目の感じもそうなんですけど、この人、お目目、まん丸なタイプ。目のね、タイプもあるんですよ。まん丸タイプか、この縦長のお目目のタイプか。これがまん丸タイプだと。そういうところの印象ですね。そうやってちょっと観察しただけで、いろいろ違う部分が見えてくるなっていうところなんですよ。まずは、頭身もそうだし、横の分割。肩幅は頭に対してどんぐらいかって気にする方結構いらっしゃるんですけど、腰の幅もね、頭の幅に対してどんぐらいか、肩幅との比率でもいいんですけど、気にしてあげてほしいんですよね。この腰幅が異常に小さいっていう風に書いちゃう人が結構いるんですよ。で、アニメのキャラクターってなぜか異常に腰幅が広い。女性らしい特徴の誇張ですよね。その辺も合わせてこういうキャラクター描くとき、頭の横幅に対して肩幅がどれくらいか、腰幅がどれくらいかっていうのを気にしてあげると、シルエット的によりそのキャラクターのシルエットに近づくと思います。じゃあそれも踏まえて、直していってみましょうか。ポーズ自体はね、別にこれで悪くないと思うんですけどね。伸びのあるポーズでいいと思うんですけど。まずはちょっと下書きからしていってみましょう。目描くときにね、ディテールにこだわらない。シルエットにこだわってほしい。この人の目のシルエットってどうですか？この形よ、ね。ほぼ丸。目の形っていろいろあると思うんですけど、このシルエットの形にこだわってほしいんですよね。こういう捉え方してほしいんですよ。まずは。特に目のこっからここまでが目何個分あるのか。目 1.5 個分ぐらいですね。これだとね。ってことは、こっからここまでが、目1、2、3個分ぐらいあるそうですね。そうすると、つまり、目が小さい、もしくは上に行き過ぎてるってことになりそうですけど、この場合は目が小さいに該当するんじゃないでしょうか。ということなんで、目の大きさが違うっていうのがね、見て取れると思います。この人目の大きさじゃあどんぐらいかっつったら、こっから、こんぐらいかな。1、2、3。こんぐらいであるという感じですかね。で、間が目1個分はないかな。でもこんなもんでしょうか。っていう感じで、まずは単純なところから見ていってほしい。で、耳の位置多分もっと下なのか。だいぶ耳の位置低いっすね。で、反対の耳を必ず補助線入れてね、同じような位置に取ってあげる。眉毛の感じでキャラクターの印象変わってくると思うんですけど、この人なんかどっちかっていうと、こういう眉毛じゃない？つり眉毛。印象としてはこんな感じかなっていうね、感じがしますよね。で、これリボンないけど、リボンはあえてないのかな。左右対称のものはなるべく左右の大きさが合うようにつけてあげて。で、ここにこう髪の毛がついているよ。そして長さはね、でもこの辺で合ってそうですね。で、これもちょっと動きを出すためにこっちに流れててもいい気がするんだけど。目が低くてちょっと近いようにも見えるんで、ちょっと目の位置上げましょうか。
まずこの単純なシルエットで印象だけまず見てってあげた方が手っ取り早いんですよ。で、今度は鼻の位置。この下のラインに対して鼻の位置がどれぐらい距離があるのかって言われるとほぼほぼないですよね。これちょっと煽りっぽい顔になってるからかもしれないですけど、このぐらいの距離感である。この目の下のラインから鼻の距離感。ここで作る三角形が結構重要になってくるんで、この距離感がどのぐらいかキャラクターによって変わってくる。これはつまり何が変わってくるかって横顔のシルエットが変わってくるってことですね。これ横顔で考えてみてください。鼻の位置ここでしょ。目の位置ここでしょ。だからつまりこのキャラクターって横から見た時にこういう感じになっているんだなっていうのがね、わかると思います。この横顔のシルエットを踏まえて目の下のラインと鼻の頂点のラインがどれぐらい距離があるのかっていうのが正面顔に反映されるように描いてあげたいってことですね。うまく真似できる人はまずこれを見る。細かいディテール見てない。シルエットと比率がこのキャラクターの顔どの辺に目があってどんぐらいのシルエット感になってるのか、つまりこういう見方してるってことですね。こう見ちゃうと細かい部分に気を取られちゃう。もうこう見るっていう方が僕はいいと思う。そうすると真似しやすいでしょ。これだったら最初から細かい部分に気を取られないでね、こういう見方でやっていってほしいっていうね。で描いていってみると。でアシンメトリーなんですね、もみあげが。こっちは長い。元のイラストもそうなってるかな。こっち長い。こっちと同じ長さで描いちゃってる。これはもう思い込みで描いてるっていう感じがしますね。言われりゃ当たり前なんですけどね。自分で描いてると意外と気づかなかったりするんですよね。そういうところにね。下の方見ていってみましょう。この首斜めについちゃってるんで、頭の位置をちょっとこっちにずらして、首がこういう風につけられるようにしましょう。全体的に見ていきたいんですけど、襟があって、リボンが結構大きめに入ってる。これも体のこの向きに合わせてね、こう平行気味に描いてくれてはいるんですけど、この人のリボン、これがもっと太いっすよね。だからこれをちょっと大きめに描いておいてあげてください。で、股下さっきここって言ったじゃないですか。スカートの長さ見てほしいんですけど、カーディガンとスカートのバランスどうですかね。この股下に対してカーディガンこの辺まで来てますよね。で、スカートの丈ももうちょい短くていいかな。こんぐらい。この辺もね、シルエットの段階で見てほしいなっていうね、感じですね。で、さっきも言ったけど、腰幅、この人頭の幅に対して結構ある印象なんで、ちょっとね、腰幅太めにつけたいんですよね、実は。こんぐらいのシルエット感でどうでしょうかね。で、手がね、親指とか他の指ね、これは単純に観察力不足です。観察力と引き出し不足かな。指ってもう本当自分の引き出しのパターンを持ってる、持ってないで変わってくると思うんで、こういう時だったらこういうパターンで書くよねっていうのがいくつかあると思うんですけど、皆さんも。これどうしたいのかなこの手。握りたいんですかね、ぐっと。手前に来る手も指の向き。あと反り具合。で、ここをちょっとダボっと刺しておきましょうか。で、あとはこれに沿って足を描いてあげればいいんですけど、足はさっき言った通り、膝下が膝上か。だいぶ長い。今これ、当初の長さ、長くしてね、修正してありますが、ももがすごい見えているっていうことになっているんで、プロポーションというか、ポーズ的にはこのまま拾っていいかな。そしてなぜこの人は靴下なのかっていう、家の中かな。という感じで。で、最後にお目目のデザイン描いていってください。先に描いちゃうと、それのディテールにね、引っ張られるね、まん丸かな。で、だいたいこんな感じで描けたら一旦シルエットを取ってみたいと。ここまでできれば、あとはこれに合わせて線画を描いていけばいいんじゃないかということでね、ちょっと描いていってみましょうか。
まあ印象としてはこんなもんすかね。まあちょっとじゃあ軽く色を落としていってみましょうか。こんなもんでいいかな。できましたと。初めて投稿させていただきます。独学でイラストを練習しています。ラブライブの絵が好きで描いているのですが、なかなか近づけません。イラストを上達したいです。何か考え方が分かっていないような気がします。どなたか私がどういう状況なのか、どのような練習をしたら良いのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。ということで、こんな感じ。最初にもお話ししましたがですね、比率とか細かい部分の観測ということがやっぱ最初は大事になってくるんですけど、この段階ではですけど、まだちょっとね、観察力とか画力、描く力とか表現力が足りてないかなっていう印象なので、お悩み相談にあったですね、何か考え方が分かってないような気がするっていうことではなくですね、単純に経験不足ということが、僕の見た感じですけどね、そういう印象を受けましたってことなんで、別にこの段階ではこれでいいと思うんですよ。もっとたくさん書く経験を積んで、観察力と画力と表現力を伸ばしていけば、そのうち書けるようになってくるんじゃないでしょうか。ただ、ポーズの伸びとかはね、ポーズの伸び感はあるんで、これはいいと思うんですよね。で、頭身もそうですけど、この人の大きな特徴としてはやっぱ、膝上がすごくよく見えるっていう部分があると思うんですけど、その辺が比率が違っちゃってたりとか、襟周りの描き方とか、あと目ですね。目の、位置関係もそうだし、目の形。これだとちょっとカクカクしちゃってるんですね、目がね。四角い目になっちゃってる。この人の場合、こういう感じの目で描いてるんですけど、実際こっちの人、目は、ほぼ丸だっていう話さっきしましたよね。だからこういうシルエットでまず物を見る。そして頭の比率に対して腰幅がどれぐらいであるかっていうところの部分でも、頭の大きさに対して腰幅があんま広がりがないかなっていうところもね、最初にお話ししましたが、その辺も含めて、まだ観察が弱いかなっていう感じですね。それらを踏まえて直したらこんな感じになりましたということですね。なんでまずは考え方が違うんじゃないかってことでしたけど、経験値的な部分が足りてないのかなっていうね、お話でございました。ということでよろしくお願いいたします。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。